人間椅子、江戸川乱歩。よし子は毎朝、夫の登庁を見送ってしまうと、それはいつも10時を過ぎるのだが、やっと自分の体になって、洋館の方の夫と共用の書斎へ閉じこもるのが例になっていた。そこで彼女は今、経雑誌のこの夏の増大号に載せるための長い創作に取り掛かっているのだった。美しい慶州作家としての彼女は、この頃では外務省書記官である福君の影を薄く思わせるほども有名になっていた。彼女のところへは毎日のように未知の崇拝者たちからの手紙が幾通となくやってきた。今朝とても彼女は書斎の机の前に座ると仕事に取り掛かる前にまずそれらの未知の人々からの手紙に目を通さねばならなかった。それはいずれも決まりきったようにつまらぬ文句のものばかりであったが、彼女は女の優しい心遣いからどのような手紙であろうとも自分に当てられたものはともかくも一通りは読んでみることにしていた。簡単なものから先にして2通の封書と1行のはがきとを見てしまうと、後にはかさ高い原稿らしい1通が残った。別段通知の手紙はもらっていないけれど、そうして突然原稿を送ってくる例はこれまでにしてもよくあることだった。それは多くの場合、長々しく退屈極まる代物であったけれど、彼女はともかくも表題だけでも見ておこうと封を切って中の紙束を取り出してみた。それは思った通り原稿用紙を閉じたものであった。がどうしたことか表題も署名もなく、突然奥様という呼びかけの言葉で始まっているのだった。はてな。ではやっぱり手紙なのかしら。そう思って何気なく2行3行と目を走らせていくうちに、彼女はそこからなんとなく異常な、妙に気味悪いものを予感した。そして持ち前の好奇心が彼女をしてぐんぐん先を読ませていくのであった。奥様。奥様の方では少しもご存知のない男から突然このようなぶしつけなお手紙を差し上げます罪を幾重にもお許しくださいませ。こんなことを申し上げますと、奥様はさぞかしびっくりなさることでございましょうが、私は今あなたの前に私の犯してきました世にも不思議な罪悪を告白しようとしているのでございます。私は数ヶ月の間、全く人間界から姿を隠して、本当に悪魔のような生活を続けてまいりました。もちろん、広い世界に誰一人、私の所業を知る者はありません。もし何事もなければ、私はこのまま永久に人間界に立ち返ることはなかったかもしれないのでございます。ところが近頃になりまして、私の心にある不思議な変化が起こりました。そしてどうしてもこの私の因果な身の上を懺悔しないではいられなくなりました。ただかように申しましたばかりではいろいろご不審におぼしめす点もございましょうが、どうかともかくもこの手紙を終わりまでお読みくださいませ。そうすればなぜ私がそんな気持ちになったのか、またなぜこの告白をことさら奥様に聞いていただかねばならぬのか、それらのことがことごとく明白になるでございましょう。さて、何から書き始めたらいいのか。
あまりに人間離れのした機械千万な事実なので、こうした人間世界で使われる手紙というような方法では、妙に面はよくて筆の鈍るのを覚えます。でも迷っていても仕方がございません。ともかくも事の起こりから順を追って書いていくことにいたしましょう。私は生まれつき世にも醜い容貌の持ち主でございます。これをどうかはっきりとお覚えなすっていてくださいませ。そうでないと、もしあなたがこのぶしつけな願いを入れて私にお会いくださいました場合、ただでさえ醜い私の顔が長い月日の不健康な生活のために二目と見られぬひどい姿になっているのを、何の予備知識もなしにあなたに見られるのは、私としては耐え難いことでございます。私という男はなんと因果な生まれつきなのでありましょう。そんな醜い容貌を持ちながら、胸の中では人知れず世にも激しい情熱を燃やしていたのでございます。私はお化けのような顔をした、その上ごく貧乏な一職人に過ぎない私の現実を忘れて、身の程知らぬ甘美な贅沢な種々様々な夢に憧れていたのでございます。私がもしもっと豊かな家に生まれていましたなら、金銭の力によっていろいろの遊戯にふけり、囚房のやるせなさを紛らすことができたでもありましょう。それともまた、私にもっと芸術的な天分が与えられていましたなら、例えば美しい詩歌によって、この世の味気なさを忘れることができたでもありましょう。しかし、不幸な私はいずれの恵みにも属することができず、哀れな一家具職人の子として、親譲りの仕事によって、その日その日の暮らしを立てていくほかはないのでございました。私の専門は様々な椅子を作ることでありました。私の作った椅子はどんな難しい注文主にもきっと気に入るというので、紹介でも私には特別に目をかけて、仕事も上物ばかりを回してくれておりました。そんな上物になりますと、もたれや肘掛けの彫り物にいろいろ難しい注文があったり、クッションの具合、各部の寸法などに微妙な好みがあったりして、それを作る者にはちょっと素人の想像できないような苦心がいるのでございますが、でも苦心をすればしただけ、出来上がった時の愉快というものはありません。生意気を申すようですけれど、その心持ちは芸術家が立派な作品を完成した時の喜びにも比ぶべきものではないかと存じます。一つの椅子が出来上がると、私はまず自分でそれに腰掛けて座り具合を試してみます。そして味気ない職人生活のうちにも、その時ばかりは何とも言えぬ得意を感じるのでございます。そこへはどのような高貴の方が、あるいはどのような美しい方がおかけなさることか、こんな立派な椅子を注文なさるほどのお屋敷だから、そこにはきっとこの椅子にふさわしい贅沢な部屋があるだろう。壁には定めし有名な画家の油絵がかかり、天井からは偉大な宝石のようなシャンデリアが下がっているに相違ない。床には高価な絨毯が敷き詰めてあるだろう。そしてこの椅子の前のテーブルには目の覚めるような西洋草花が
甘美な香りを放って咲き乱れていることであろう。そんな妄想にふけっていますと、なんだか自分がその立派な部屋の主にでもなったような気がして、ほんの一瞬間ではありますけれど、何とも形容のできない愉快な気持ちになるのでございます。私の儚い妄想は、なおとめどなく増長してまいります。この私が貧乏な、醜い、一職人に過ぎない私が、妄想の世界では、気高い貴公子になって、私の作った立派な椅子に腰掛けているのでございます。そしてその傍らには、いつも私の夢に出てくる美しい私の恋人が、におやかに微笑みながら私の話に聞き入っております。そればかりではありません。私は妄想の中でその人と手を取り合って甘い恋のむつごとをささやき交わしさえするのでございます。ところが、いつの場合にも私のこのふわりとした紫の夢は、たちまちにして近所のおかみさんのかしましい話し声やヒステリーのように泣き叫ぶそのあたりの病児の声に妨げられて、私の前にはまたしてもひどい現実があの灰色のむくろをさらけ出すのでございます。現実に立ち返った私は、そこに夢の貴公子とは似ても似つかわない、哀れにも醜い自分自身の姿を見出します。そして今の先、私に微笑みかけてくれたあの美しい人は、そんなものが全体どこにいるのでしょう。その辺に埃まみれになって遊んでいる汚らしい子守女でさえ、私などには見向いてもくれはしないのでございます。ただ一つ、私の作った椅子だけが、今の夢の名残のように、そこにぽつねんと残っております。でも、その椅子はやがて、いずことも知れぬ、私たちのとは全く別な世界へ運び去られてしまうのではありませんか。私はそうして、一つ一つ椅子を仕上げるたびごとに、言い知れぬ味気なさに襲われるのでございます。その、なんとも形容のできない嫌な心持ちは、月日が経つに従って、だんだん私には耐えきれないものになってまいりました。こんなウジ虫のような生活を続けていくくらいなら、いっそのこと死んでしまった方がましだ。私は真面目にそんなことを思います。仕事場でコツコツと飲みを使いながら、釘を打ちながら、あるいは刺激の強い塗料をこね回しながら、その同じことを執拗に考え続けるのでございます。だが、待てよ。死んでしまうくらいなら、それほどの決心ができるなら、もっと他に方法がないものであろうか。例えば、そうして私の考えはだんだん恐ろしい方へ向いていくのでありました。ちょうどその頃、私はかつて手がけたことのない大きな革張りの肘掛け椅子の製作を頼まれておりました。この椅子は同じ Y 市で外人の経営しているあるホテルへ納める品で、一対ならその本国から取り寄せるはずの
私の雇われていた商会が運動して、日本にも舶来品に劣らぬ椅子職人がいるからというので、やっと注文を取ったものでした。それだけに私としても寝食を忘れてその制作に従事しました。本当に魂を込めて夢中になってやったものでございます。さて、出来上がった椅子を見ますと、私はかつて覚えない満足を感じました。それは我ながら見とれるほどの見事な出来栄えであったのです。私は例によって4脚一組になっているその椅子の一つを日当たりの良い板の前へ持ち出してゆったりと腰を下ろしました。なんという座り心地の良さでしょう。ふっくらと怖すぎず柔らかすぎぬクッションの粘り具合。わざと染色を嫌って灰色の生地のまま貼り付けたなめし革の肌触り。適度の傾斜を保ってそっと背中を支えてくれる豊満なもたれ。デリケートな曲線を描いておんもりと膨れ上がった両側の肘掛け。それらのすべてが不思議な調和を保って混然としてコンフォートという言葉をそのまま形に表しているように見えます。私はそこへ深々と身を沈め、両手で丸々とした肘掛けを愛撫しながらうっとりとしていました。すると私の癖としてとめどない妄想が五色の虹のようにまばゆいばかりの色彩を持って次から次へと湧き上がってくるのです。あれを幻というのでしょうか。心に思うままがあんまりはっきりと目の前に浮かんできますので、私はもしや気でも違うのではないかと空恐ろしくなったほどでございます。そうしていますうちに、私の頭にふと素晴らしい考えが浮かんでまいりました。悪魔のささやきというのは多分ああしたことを指すのではありますまいか。それは夢のように荒唐無稽で非常に不気味な事柄でした。でもその不気味さが言い知れぬ魅力となって私をそそのかすのでございます。最初はただただ私の丹精を込めた美しい椅子を手放したくない。できることならその椅子と一緒にどこまでもついて行きたい。そんな単純な願いでした。それがうつらうつらと妄想の翼を広げておりますうちに、いつの間にやらその日頃、私の頭に発行しておりましたある恐ろしい考えと結びついてしまったのでございます。そして私はなんという気違いでございましょう。その奇怪極まる妄想を実際に行ってみようと思い立ったのでありました。私は大急ぎで4つのうちで一番よくできたと思う肘掛け椅子をバラバラに壊してしまいました。そして改めてそれを私の妙な計画を実行するに都合の良いように作り直しました。それはごく大型のアームチェアですから、かける部分は床にスレスレまで革で張り詰めてありますし、その他もたれも肘掛けも非常に分厚にできていて、その内部には人間一人が隠れていても決して外からわからないほどの共通した
大きなうつろがあるのです。無論そこには頑丈な木の枠とたくさんのスプリングが取り付けてありますけれど、私はそれらに適当な細工を施して、人間がかける部分に膝を入れ、もたれの中へ首と胴とを入れ、ちょうど椅子の形に座れば、その中に忍んでいられるほどの余裕を作ったのでございます。そうした細工はお手の物ですから、十分手際よく、便利に仕上げました。例えば、息をしたり、外部の物音を聞くために、皮の一部に、外からは少しもわからぬような隙間をこしらえたり、もたれの内部の、ちょうど頭の脇のところへ、小さな棚をつけて、何かを貯蔵できるようにしたり、ここへ水筒と軍隊用の肩パンとを詰め込みました。ある用途のために大きなゴムの袋を備え付けたり、その他様々な考案を巡らして、食料さえあれば、その中に2日3日入り続けていても、決して不便を感じないようにしつらえました。いわば、その椅子が人間一人の部屋になったわけでございます。私はシャツ一枚になると、そこに仕掛けた出入り口の蓋を開けて、椅子の中へすっぽりと潜り込みました。それは実にへんてこな気持ちでございました。真っ暗な、息苦しい、まるで墓場の中へ入ったような不思議な感じがいたします。考えてみれば墓場に相違ありません。私は椅子の中へ入ると同時にちょうど隠れ蓑でも来たようにこの人間世界から消滅してしまうわけですから。間もなく紹介から使いの者が四脚の肘掛け椅子を受け取るために大きな荷車を持ってやってまいりました。私の内弟子が何も知らないで使いの者と応対しております。車に積み込むとき、一人の妊婦が、こいつはバカに重いぞ、と怒鳴りましたので、椅子の中の私は思わずハッとしましたが、一体肘掛け椅子そのものが非常に重いのですから、別段怪しまれることもなく、やがてガタガタという荷車の振動が私の体にまで一種異様の感触を伝えてまいりました。非常に心配しましたけれど、結局何事もなく、その日の午後には、もう私の入った肘掛け椅子は、ホテルの一室にどっかりと据えられておりました。後で分かったのですが、それは私室ではなくて、人を待ち合わせたり、新聞を読んだり、タバコをふかしたり、いろいろの人が頻繁に出入りするローンジとでもいうような部屋でございました。もうとっくにお気づきでございましょうが、私のこの奇妙な行いの第一の目的は、人のいない時を見すまして、椅子の中から抜け出し、ホテルの中をうろつき回って、盗みを働くことでありました。椅子の中に人間が隠れていようなどと、そんなバカバカしいことを誰が想像いたしましょう。私は影のように自由自在に部屋から部屋を荒らし回ることができます。そして人々が騒ぎ始める時分には、椅子の中の隠れ家へ逃げ帰って、息を潜めて、彼らの間抜けな捜索を見物していればよいのです。あなたは
海岸の波打ち際などにヤドカリという一種のカニのいるのをご存知でございましょう。大きな雲のような格好をしていて、人がいないとその辺を我が物顔にのさばり歩いていますが、ちょっとでも人の足音がしますと、恐ろしい速さで貝殻の中へ逃げ込みます。そして気味の悪い毛むくじゃらの前足を少しばかり貝殻から覗かせて敵の動静をうかがっております。私はちょうどヤドカリでございました。貝殻の代わりに椅子という隠れ家を持ち、海岸ではなくてホテルの中を我が物顔にのさばり歩くのでございます。さて、この私の突飛な計画は、それが突飛であっただけ、人々の意表外に入れて、見事に成功いたしました。ホテルに着いて3日目には、もうたんまりと一仕事済ませていたほどでございます。いざ盗みをするという時の恐ろしくも楽しい心持ち、うまく成功した時の何とも形容しがたい嬉しさ、それから人々が私のすぐ鼻の先であっちへ逃げた、こっちへ逃げたと大騒ぎをやっているのをじっと見ているおかしさ、それがどのような不思議な魅力を持って私を楽しませたことでございましょう。でも私は今、残念ながらそれを詳しくお話ししている暇はありません。私はそこでそんな盗みなどよりは10倍も20倍も私を喜ばせたところの奇怪極まる快楽を発見したのでございます。そしてそれについて告白することが、実はこの手紙の本当の目的なのでございます。お話を前に戻して、私の椅子がホテルのローンジに置かれた時のことから始めなければなりません。